これは UFO に連れ去られて他惑星で過ごし、地球に帰ってきた人のお話です。皆さんは宇宙人は存在すると思いますか？ UFO を見たことがあるという証言は世の中にはたくさん存在しています。さらに目撃にとどまらず UFO に連れ去られたという証言も世界中で数多く報告されています。いわゆるアブダクションと呼ばれる現象です。特にアメリカでは数百万人ものアブダクション経験者がいると言われています。日本では奇跡のリンゴの著者木村明則さんが複数回 UFO にアブダクションされ、宇宙人とコンタクトした話は有名です。木村さんは UFO の中で同じくアブダクションされた白人女性と白人男性に出会います。後日木村さんはテレビの UFO 番組に白人女性が出演しているのを見て驚きます。その女性は UFO の中で白人男性と東洋人男性に出会ったと証言していたのです。また9歳の地球人ペドリートが宇宙人アミと出会い、 UFO に乗せてもらってさまざまな星を巡るアミ、小さな宇宙人を紹介する動画も YouTube では人気があります。今回の動画ではオーストラリア人のミシェル・デマルケ氏のアブダクション体験を紹介します。それはミシェルが50数年の人生で築いてきた常識が崩れ去る体験でもありました。それでは参りましょう。1990年代のオーストラリアの夜中、ミシェルは突然目を覚ましました。気がつくとミシェルはパジャマを脱ぎ、ズボンとシャツに着替えていました。10日間ほど出かけてくる、全く心配する必要はないとメモを書いていました。なぜか分かりませんが体が自然に動くのです。その後ミシェルはベランダに向かい、静かにドアを開け庭に出ていました。外はいつもと違い、コオロギもカエルも鳴いていませんでした。不思議な沈黙が支配していました。2、3歩進んだ時、庭の草は青色に変わり、地面が波打ち始めます。家の壁も揺れていました。具合が悪いのだと思い、家に戻ろうとした瞬間、ミシェルの体はゆっくりと地面から浮き上がり、家が小さく見えるくらいまで登っていきました。どうなってるんだ！ミシェルは当惑のあまり叫びました。もう大丈夫ですよ、ミシェル。優しい女性の声がします。目の前に上下一続きになったスーツを着て透明なヘルメットをかぶったかなり大柄な女性が現れ、親しげに微笑んでミシェルを見つめています。私は夢を見ているのだとミシェルが思った瞬間、いいえ、あなたは夢なんか見ていません。心を読んで彼女が語りかけてきました。彼女の笑顔には知性が現れ、全身には優しさがあふれています。彼女はタオと名乗りました。ある理由でごく少数の地球人しか体験したことのない旅行をするためにあなたは選ばれました。今私たちは平行宇宙にいます。タオが促す方向を見ると、直径が70メートルある球体が青いオーラを発しながら10メートルほどの高さに浮かんでいます。それはタオが乗ってきた宇宙船でした。宇宙船には窓もドアもはしごもなく、表面は卵の殻のように滑らかでした。ミシェル、私を信じて、あなたは無事に帰ってきてすぐ家族と再会できますよ。タオはミシェルに言いました。2人は同時に宇宙船に向かって浮き上がり、中に入っていきました。球体の宇宙船にはタオの他にもクルーが乗っていました。タオも他のメンバーも皆3メートル前後の身長で、176センチあるミシェルは自分を子供のように感じました。宇宙船は高速の数倍のスピードでタオの星ティアウーバ星に向かっているということでした。地球から土星までは高速で80分かかると言いますが、彼らは出発して数分後に土星を通過していました。ミシェルはタオにティアウーバ星に行く前に地球のバクテリアを 100% 除去しなければならないと言われました。宇宙船に入った時に当てられた青い光によって 80% は消毒されていましたが、
残り 20% を除去するために錠剤の薬を2錠飲む必要があるというのです。薬を飲むとミシェルに異変が起きます。天井からもう一人の自分を見ていました。いわゆる幽体離脱をしてミシェルの霊体は肉体から抜け出していたのです。映画ドクターストレンジで何度も肉体からアストラル体、つまり霊体が抜け出るシーンが出てきますが、あのような感じなのだと思います。肉体を薬で消毒する間、全く身動きできなくなるので、その間魂だけでも宇宙船の中を自由に動けるようにしてくれたようです。幽体離脱できるのは3時間ほどだと言われました。ミシェルの霊体はタオの後についていきました。扉が閉まっても壁を簡単にすり抜けられます。そして直径20メートルの円形の部屋に着きました。12人の飛行士たちがいて、皆タオと同じ女性で、背丈は3メートルくらいありました。突然船室の壁面いっぱいにニューヨークのような街並みが出てきました。タオが周囲を見回して大声で言いました。ミシェル、聞こえていますか？私たちは地球の約2倍の大きさの惑星アレモ X3 の上空にとどまっています。惑星アレモ X3 には放射能を測定したりするために立ち寄ったのでした。宇宙船から球体型衛星が3体アレモ X3 の都市に下降していきました。モニターに湖畔が映りました。そこには立方体の建物があり、人間がいました。その時突然ミシェルの霊体は肉体に引き戻されました。肉体の浄化が終わったのです。ミシェルはもう一度司令室へ向かいました。司令室のモニターには湖岸に立っている500人くらいの人々が映っていました。子供から大人まで全裸でした。惑星アレモ X3 は150年前に起きた核戦争によって高度な文明が滅んでいました。そのためこの星の人々は原始的な生活をしているのです。放射能の影響で皆短命で、この星には38歳以上の人はいませんでした。半数以上の人の顔は歪み引きつっています。突然牛ほどもある巨大な赤アリの集団が岩陰から砂浜に突進してきました。赤アリたちは人々を追い回しています。その時タオたちの衛星から青い電気ビームが発射され、次々に赤アリたちは退治されていきました。600匹以上の大群は殲滅されました。巨大な昆虫は放射能の影響で巨大化してしまった生き物だったのです。思わぬ力によって被害を免れたアレモ X3 の人々は球体に向かって手を振り感謝していました。作業を終えた宇宙船は再びティアウーバ星に向かいます。タオはミシェルに宇宙船の他のメンバーを紹介してくれました。皆歓迎してくれました。スクリーンにティアウーバ星が見えてきました。ティアウーバ星があまりにも美しくて、ミシェルは目をそらすことができませんでした。黄金色に光り輝いていたのです。まるできめ細かい金の塵が大気中に浮遊しているようでした。ティアウーバ星の重力は地球の約 67% で、ミシェルの体重は70キロなので、ティアウーバ星では47キロになります。地球と比べてふわふわしてしまうので、慣れるまでは転ばないように気をつけなければなりませんでした。ティアウーバ星の1年は地球時間で333日です。タオは空飛ぶプラットフォームを操縦して地上5、6メートルを時速7、80キロのスピードで飛んで移動しました。森に入ると木々は巨大で多くは200メートルはあり、最も高い木は240メートルにもなりました。根元は直径2、30メートルはあり、樹齢が8000年にもなる大木もありました。2人は海の上空を飛び、ある島へ向かいました。上空を見上げると20人くらいの人たちが空を飛びながらミシェルに歓迎の挨拶をしています。腰につけるベルトが反重力装置になっていて、コントローラーで自由に空を飛べるとタオは教えてくれました。彼らは島に上陸し、卵型の家の前に泊まりました。卵を横にした形で半分は地中に埋まっています。横は30メートル、
高さは20メートルで、外壁は卵の殻のように白く、窓もドアもありませんが、壁を通り抜けて中に入ることができました。壁は中から見ると透明で、外がそのまま見えるようになっていました。タオがキッチンでトレーに食べ物を入れ、一言発すると、トレーは空中を浮いて移動し、ミシェルの前に止まりました。ミシェルが驚いていると、タオはこの星では誰でもできることだと言い、足を組んで空中に浮いてみせてくれました。翌朝、ミシェルはタオに導かれ、7人のグルに会います。彼らと出会ったのは直径100メートルはある大きな部屋でした。半円を描くように7つの椅子が置かれ、そこにグルたちがレンゲ座を組んで座っています。ようこそミシェル。精霊のご加護によってあなたが高められますように。真ん中のリーダーが言います。タオラと名乗るその人物は、ミシェルに向かい合った椅子に座るよう指示します。そして空中浮遊をしてミシェルの前まで来ました。タオラは両手の親指を眉間に当て、残りの指を頭の上に乗せました。突然、ミシェルは彼らを取り巻くオーラが見えるようになります。タオラをはじめとする目の前に座っている7人のオーラは金色でした。真ん中のタオラが口を開きます。ミシェル、あなたは選ばれてこの星に来ました。地球の科学は進歩をしたけれども、地球に害をもたらすほどになりました。最も危険なのは物質主義です。宇宙には第1カテゴリーから第9カテゴリーの文明があります。ティアウバセは精神的にも科学的にも最も進化した第9カテゴリーの惑星です。惑星アレモ X3 や地球は第1カテゴリーです。霊性と科学が最高度に進化したティアウバ星で体験したことを本にして伝えることがあなたの役割です。やがてタオラをはじめとする7人のマスターたちを取り巻く金色の霧が濃くなり消えていきました。ミシェルは卵型の家に戻り、ぐっすりと24時間眠りました。翌日、ミシェルはタオに連れられて、外界から音が遮断され完全にリラックスできる安楽室へ行きます。ここでミシェルはタオとティアウバ星の2人を加えた4人で地球のムー文明の記録にアクセスして14,500年前のムー文明を体験することになりました。伝説の大陸ムー大陸は実在したというのです。ムー文明のような地球に存在した文明を体験することもミシェルがティアウバ星に連れてこられた理由の一つだったのです。ミシェルは特別なベッドの上で完全にリラックスしました。目をつぶっているにもかかわらず、周りの3人が見えてきます。ミシェルの霊体がゆっくりと上昇していきました。下には村が見えます。しばらくすると銀色の太陽に似た球体が現れ、ものすごい速さで近づいてきました。銀色の大気を突き抜けると、ミシェルは別の空間にいました。それは天井の低い四角い部屋の中でした。部屋の天井に穴が開いていて、その奥に星が見えます。部屋の中で2人の人物が足を組んで座っていました。私たちはムーの首都にあるピラミッドの中の部屋にいます。2人は別の星とコミュニケーションをとっていると、ミシェルは一緒に来たタオたちにテレパシーで教えられます。突然場面が切り替わると、首都の高原にある広場に来ていました。そこには空飛ぶ円盤型の乗り物が並び、人々が乗り降りしています。この円盤が着陸するとき、ほとんど音がしません。1万数千年前の文明の乗り物が現代よりも進歩していて、ミシェルは驚きます。ムー大陸では神を信じ、霊性をベースにした高度な科学文明がありました。ピラミッドによって宇宙エネルギーを活用することができ、他惑星と通信することも可能でした。ミシェルは海に面したムー大陸の首都である発展した巨大都市の景観を見ました。
次の瞬間、ミシェルはその都市の中に移動していました。通りでは反重力装置のプラットフォームで人々が路上20センチの高さをスーッと飛んでいます。また場面が変わりました。一人の聖職者から新しい王に立派な冠を授けられるところでした。集まった群衆から喜びの声が上がります。新しい王を得た瞬間でした。人々は酔いしれていました。次の場面は20年ほど先に進んでいました。王は年を取り、厳粛な中会議をしていました。その時、まるで木の葉が風に揺れるように宮殿が揺れ始めます。場面が変わり、ミシェルたちは外にいました。地球の深部から耳をつんざく雷のような音がします。空港の地面が割れ、巨大な火の柱が離陸直後の宇宙船を飲み込み爆発しました。王の宇宙船も炎に包まれて爆発しました。平原にそびえるピラミッドが巨大な地割れの中に消えていきました。場面は変わり、海の波のように揺れている港と都市が見えました。巨大タンカーが沈んでいくようにムー大陸の首都が沈んでいきます。ミシェルはムー大陸全体が沈んでいく様子を目の当たりにしていたのです。目を開けると仲間たちが微笑みながらミシェルを見ていました。ミシェルには5、6時間くらいに感じたようですが、実際には15分の出来事でした。タオはミシェルにムー大陸と同じくアトランティスも地球上に実在していたと話しました。アトランティス大陸は北半球の大西洋の真ん中に位置し、面積はオーストラリアよりもやや大きめでした。そしてトスという偉大な指導者によって精神的にも物理的にも偉大な文明を築いていったのです。幸福の科学の大川隆法総裁の太陽の法の中では、ムー文明やアトランティス文明について文明の誕生から崩壊まで詳しく述べられています。人類の歴史は今学校で教わっているよりも古く、地球には今の文明の前にもいくつもの超古代文明が存在したのです。現代文明はムー文明の終わりの頃、アトランティス文明の終わりの頃と酷似していると言えます。その理由として、科学万能に時代が傾いてきて唯物思考が蔓延していること、人心が乱れ社会悪が肥大化していること、世を迷わすような宗教家が出てきている一方で、心ある宗教指導者も世界各地に出てきていることなどが挙げられます。現代文明もまた私たち人類に選択を迫っているのだと思います。科学と霊性を融合して宇宙文明へ進化していくのか、それとも唯物論科学万能主義や核戦争、人心の荒廃によってムーやアトランティスと同じ道をたどるのかという選択です。このチャンネルでもいずれ超古代文明について取り上げたいと思います。数日が過ぎ、ティアウーバ星での最後の日が来ました。ミシェルは居心地が良かったのでこのまま住み続けたいと願いますが、それは許されませんでした。ミシェルたちは浜辺から星空を眺めています。星は地球で見るよりも大きく見えました。地球はどこですかと聞くと、タオは水平線の少し上の黄色い星を指さして、あれが太陽ですと教えてくれました。最初と同じように平行宇宙を通り、連れ去られてちょうど9日後の真夜中にミシェルは自宅の庭に降ろされました。それからミシェルはティアウーバ星での体験を出版したのです。ミシェル・デマルケ氏の体験は私たちの常識を揺さぶってくるものがあると思います。今回紹介したミシェル・デマルケ氏の体験は、幸福の科学の大川隆法総裁が会員向けの英語教材で取り上げたものです。このオーストラリア作家のアブダクションは、私がまだ彼がアブダクションされたとする宇宙人とのコンタクト経験がないので、全部を受け入れたわけではない。しかし本巻では、ムー文明やアトランティス文明などで私が説いている内容と類似した考え方も示している。太陽の法等の私の本を読んでいないのであれば
興味深い。また創作だけでは書けないと思われる文章もある。大川総裁はその巨大な霊能力により数多くの宇宙人とコンタクトし、宇宙人リーディングとして世に問うています。大川総裁によると、地球に来ている宇宙人は500種類を超えているそうです。タオたちのように UFO で見守っている宇宙人もいれば、魂として地球人の肉体に転生している宇宙人もいると言われます。地球という星は宇宙のいろいろな文明から来た人たちが新たな文明実験として人間用の人体に宿って文化を作り、生活をして魂を鍛え直し作り直す、そのようなチャンスの場であるということです。地球は宇宙的に存在する意味があるため、彼らは人類が地球を滅ぼすことがないように非常な注意を持って見守っています。幸福の科学の大川隆法総裁は聖堂の法の中の宇宙時代の幕開けで述べています。世の中の常識にはなっていませんが、宇宙の秘密は数多く存在しています。このチャンネルでも機会があれば紹介していきたいと思います。もしかしたらあなたの前世も宇宙人だったのかもしれません。あなたの人生が宇宙時代でも幸福でありますように。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。